外からの視線を完全にシャットアウトして家の中で一番贅沢な景色を楽しむ、そんな暮らし憧れませんか？コンクリートの塀に守られたテラス、そしてお気に入りのボトルが並ぶバーカウンター、デザインの美しさだけじゃない大人の夜を最高に楽しむためのホテルライクな平屋、今日は一緒に見ていきましょう。こんにちは、コラボハウスの伊達です。今回は香川県にあります専用テラスとバーカウンターがある大人の夜を楽しむホテルライクな平屋をご紹介いたします。お施主様が予算内で自分たちの理想をどこまで追求しきれるか、他社さんとギリギリまで悩んだ末に完成した見どころ満載のお家になっております。今回は提案力とデザイン性、その2つを気に入ってコラボハウスに決めてくださりました。だからこそ実現した驚きの仕掛けがたくさんあります。概要はこちらになっております。まず一番初めに目を引くのがこちらのお庭ですね。無機質なコンクリートの壁にゴツゴツとした自然石の石積みを組み合わせてます。それによって高級リゾートのような佇まいになっております。すごくかっこいいですね。はい、そうなんです。このような外光を設けることで外からの視線もブロックしてくれます。今回はこの奥にお庭があるんですが、まだ後ほど一緒に紹介していきます。はい、お願いします。では続いてこちらお家の外観に移っていきます。今回こちらのお家の塗り壁には SK 家電さんのベルアートというものを使用しております。で、今回の外観でこだわったところとしてはこちらのホテルライクな塗り壁、そしてこの木の色合わせなんですが、専門的な話にはなるんですけど、この上の雨どいというものの存在をなるべくなくしております。そして雨を受けた先に縦どいというものがあるんですが、そちらもこのように植栽で隠してますので、正面から見た時にすっきりとしたかっこいい外観に仕上げております。それでは続いてお家の中をご案内していきます。はい、お願いします。はい、それでは玄関のご紹介に移ります。玄関に関してはこだわりの広々とした土間スペースになっております。大きさはホールまで含めて約5畳の広さになっております。玄関が5畳ってかなり広いですよね。はい、そうなんです。今回玄関が、少し大きく取らせていただいたんですが、まずこちらのかまちですね、靴を脱いでお家の中に上がっていただく部分を R 状にすることで空間が柔らかい印象になります。それプラスこの土間を広く使ってスムーズに広く見せるような計画にしております。またですね、こちら長く伸びる靴箱とこちら天井掘り込みの間接照明のラインを合わせることで玄関の奥行きを強調しております。広さだけでも5畳あるのに、この工夫によってすごく広々とした空間に感じられますよね。はい、ありがとうございます。では続いて LDK のご紹介に移ります。はい、お願いします。今回 LDK は約25畳の広さを確保しております。すごく広々とした空間ですね。ありがとうございます。配置としてはこちらにキッチンとダイニング、そして開放的なリビングの L 字型の間取りになっております。平屋なのに天井がすごく高くないですか？はい、そうなんです。今回は平屋の計画にはなっているんですけど、はい、このようにリビングの天井高を広くお取りしてますので、吹き抜けのような開放感を演出しております。すごくメリハリがありますね。はい、そうです。そしてこの LDK に注目するところが2つあります。はい、で、1点目に関しては照明計画になってます。今回こちらの25畳の LDK なんですけど、はい、こう天井を見てもらうと分かるんですけど、ダウンライトというものが一切ありません。確かにそうですね。はい、ですのでこのように天井が綺麗に残りますし、こういったペンダントライトであったり、こういった置き型照明で明かりを足していくという、そんな計画になっています。もう1点こだわったところとしては、はい、こちらになっております。ドアはすべてハイドアを採用しております。このように壁として見せることで空間をすっきり見せております。では続いてリビングのご紹介になります。はい、今回こちらのリビングなんですが、はい、目を引くのがこの壁一面の塗り壁になっております。本当ここクロスじゃなくて塗り壁だったんですね。はい、そうなんです。今回 LDK の照明はすべて調光できるようにしております。ですので夜明かりを少し落としていくと、この塗り壁に凹凸の陰影が生まれて、なんかちょっと昼と違った雰囲気に空間を演出できます。
照明の明るさをこうちょっとでも変えるだけでお家の表情がすごくガラッと変わりそうですね。はい、そうなんです。注文住宅ならではの光の演出になっております。では続いてこちらのお施主様こだわりの 0.5 畳の空間のご案内に移ります。0.5 畳ってかなり小さなスペースなんですけど、はい、何があるんですか？こちらには、ゲーム機器類であったり、DVD のプレイヤー、そういったものは全部こっちに集約してます。で、今回のお施主様のこだわりでこちらの塗り壁をきれいに残したい、ということであったので、こういう配線関係は全部壁の中にを伝ってこちらに集約しております。そんなことができるんですね。はい、確かにテレビボードもないっていうのですっきりして見えますね。はい、そうなんです。では続いてテラスのご紹介に移ります。はい。で、今回のテラスはリビングにそのまま続いた形で計画しております。で、今回こちらを計画していく上でこだわったところが2つございます。はい、まず1つ目に室内の塗り壁が外まで続いていること。あ、本当ですね。はい。で、もう1つに、こちら天井ですね。リビング上部の板張りの天井がそのまま外まで続いている。この2つがあるので、より外と中の境目を分からなくすることによって広く空間を見せております。外まで視線が抜けていくのはこの壁と天井のおかげだったんですね。はい、そうです。リビングからテラスを見た時に先ほど紹介させていただいたようにコンクリートの壁がすごい効いてきます。確かに外から見た時はこう中があまり見えなかったんですけど、中から見ると外の景色が見えて開放的な気持ちになるかなと思いました。はい、ありがとうございます。夜ですね、ちょっとライトアップされた植栽を見ながらこう晩酌をしたりしてリラックスされているそうです。わあ、すごい最高な時間ですね。最高な時間ですでは続いてダイニングキッチンのご紹介に移ります。はい、L 型の間取りを生かしてリビングと緩やかにゾーンを分けております。こちらキッチンの腰壁の素材にはモールテックスを採用しております。このように独特のムラ感でお家全体のスタイリッシュ、そういう雰囲気に合わせております。すごいおしゃれですね。はい、ありがとうございます。今デザイン性の話はさせていただいたんですけど、次実用性のところでいくと、使いやすいキッチンというのを今回は計画しております。このように収納の配置であったりワークトップですね、こちらの高さや幅、そういったところにもこだわって設計をしております。そしてちょっとこちら注目していただきたいんですが、お施主様こだわりのお酒のスペースになっております。確かにたくさんお酒が並んでますね。はい、そうなんです。打ち合わせ段階で、この棚の色や高さを決めていきました。すごい趣味を楽しむためにお家もこだわっている感じが伝わってきますね。はい、そうですね。続いてこちらのようにこのカウンターの近くに椅子を置くことによってちょっとお酒を楽しみながら、そういった空間にしております。すごいおしゃれなバーカウンターみたいですよね。はい、そうですね。そして、もしテラスこちらで晩酌される時も、ここでお酒を何にしようかなと選んで外に持っていく、そんな大人の遊び心があるように計画しております。すごいなんか暮らしを楽しまれてる感じが伝わってきますね。はい、ありがとうございます。では次に、ちょっと住んでみて分かったことなんですが、こちらですね。こちらのキッチンの壁をもう少し奥側に寄せて入り口からリビングへ向かう通路幅をもう少し広くしてもよかったかなということはお施主様から聞きました。確かにちょっと今伊達さん立ってるところもちょっとだけ狭く感じちゃいますね。間取りを組んでその後に家具を決めていったんですけど、ちょっとこのお誕生日席にこう椅子を置いた時にちょっと椅子引くと少し狭くなるのは、住んでから気づいたことになります。図面上ではこうちょうどよく見えても実際に生活が始まると狭いなとかそういうのが分かってきたりするものなんですね。そうですね。実際に生活が始まって家具を置いてから気づくことも多いです。なので将来の家族の変化、そういったものを考えてゆとりを持って間取りを組んでいく、そういうのも大事になってきます。これはなんかこれからお家を建てる方だったり子育て世帯の人にはこうめちゃめちゃ刺さるアドバイスかなと思いました。そうですね、ありがとうございます。では続いてこちらのキッチンのご紹介に移ります。よくキッチンの床ってフロアタイルであったりクッションフロア、
そういったもので、水に強い素材を使うことが多いんですが、今回の計画はあえてこのまま全てウッドワンさんのピノワースの床材を貼っております。それに合わせてこちらキッチンの引き出しであったりカップボードの引き出しもお色味を全て合わせて作っております。すごく統一感があって素敵なキッチンになってますね。はい、ありがとうございます。実はこのキッチンの引き出しも本物の木でできているので、この床の経年変化とともにキッチンも経年変化を楽しめる素材になっております。では続いて寝室のご紹介に移ります。はい。こちらの寝室は約5畳の広さになっております。で、ちょっとカメラさんこっちに来ていただきたいんですが、はい。今回こちらの寝室の壁を本物の木でアクセントウォールを作っております。で、実はこの壁がこのように隠し扉になっております。おお、そんなのがあったんですね。はい、奥にですね、お施主様の、好みのフィギュアであったりそういったものが入っております。実はこの中にですね、コレクションをきれいに並べられるように壁の2面に飾り棚を設けております。すごくワクワクする空間ですね。はい、ありがとうございます。では続いて水回りのご紹介に移ります。はい。こちらが約2畳の洗面室になっております。このなんか深みのあるグリーンのタイルがすごく上品ですね。はい、ありがとうございます。実はこのタイルなんですが、家全体の雰囲気に合わせてグリーンのタイルをアクセントにシックなグレーのカウンターを造作で組み合わせました。で、今回幅もきちんとお取りしておりますので、大人2人が並べるそういった幅になっております。またこちらに椅子を置いてゆったりお化粧とかそういったところもすることができます。ゆったりした洗面スペースはすごい身支度するにはとっても便利ですよね。はい、ありがとうございます。続いてトイレのご案内になります。はい。トイレの配置に関してはもう洗面の後ろに計画してますので、そのまま手を洗えるような無駄のない計画になっております。はい。中にはこのようにグレーでまとめた大人っぽい雰囲気に仕上げております。すごくすっきりしてますね。はい、ありがとうございます。今回のトイレなんですが、奥面の壁を少し手前に持ってきてますので、その後ろに収納スペース、そういったものを設けました。生活感の出るサニタリーグッズ、そういったものを隠せていつでもかっこよくを保っております。では続いて脱衣室のご案内に移ります。こちらの脱衣室広さが約3畳になっております。洗う、干す、すべてをこの3畳の空間で完結できるような空間にしております。3畳もあるとこの室内干しのスペースもゆったり取れて雨の日でも安心ですよね。はい、そうですね。このように室内干ししていただいたものがあるんですけど、こちらを収納するウォークインクローゼットをこちらに今回は計画しております。すぐお隣にあるんですね。はい、そうです。うわ、中はなんかすごくお店みたいですね。はい、そうですね。大きさが約 4.5 畳になっております。なのでかなり、今回は広く計画はさせていただいてます。脱衣室からそのままウォークインクローゼットに直行できるんで、最短の家事動線が実現しております。本当にそうですよね。こんなにおしゃれっていうので毎朝服を選ぶだけでもテンションが上がりそうな空間ですよね。はい、そうですね。今回は専用テラスとバーカウンターがある大人の夜を楽しむホテルライクの部屋をご紹介してきましたが、いかがでしたか？最初から最後まで贅沢な空間でしたよね。はい、ありがとうございます。外観のホテルライクなかっこよさはもちろんなんですけど、テラスだったりとかお酒の棚のつながりだったりとか、ウォークインクローゼットのショップ風のデザインみたいなところがすごくこだわりが爆発してましたよね。はい、ありがとうございます。今回ですね、お施主様が予算内でどこまで理想を追求できるか、そういうところをギリギリまで悩まれていたとお話はしましたが、ただ高級な素材を使うだけじゃなくて、目隠しの塀でカーテンレスな開放感を作ったり、空間のつなぎ方にメリハリをつけたりと、設計のアイデアでここまでのクオリティを実現できるっていうのが伝われば嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。いいなと思った方は高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このお家の良かったと思うところや何かご質問等があればコメントで教えてください。またインスタグラムにて施工事例や家づくりの考え方を日々発信しております。よろしければそちらもチェックしてみてください。
それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。